切り餅で簡単に作れる生チョコ餅を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日は切り餅で生チョコ餅を作りたいと思います。はい、ということで今日は切り餅を使ったアレンジスイーツをご紹介したいと思います。で、中のチョコレートはホワイトチョコレート、そしてブラックチョコレート、この2種類今回は作っていきたいと思います。はい、ということで本日も最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。はい、今日の材料はこちらです。まず中に入れる生チョコの材料を紹介します。ブラックチョコレート、ホワイトチョコレート、生クリームです。今回普通の生チョコと、あとホワイト生チョコも作っていきます。で、ここで注意していただきたいのはですね、ホワイトチョコはカカオが少ないので、ブラックチョコレートと同じ分量の生クリームを入れてしまうと固まらなくなってしまいます。ブラックチョコの場合は2対1、そしてホワイトチョコの場合は3対1の割合で作るようにしてください。はい、ということで生チョコの材料はこんな感じです。お餅の部分の材料はこちらです。切り餅、チョコレート、牛乳、お砂糖、ココアパウダーです。はい、ということで今回は作りやすい分量で材料を揃えてます。チョコレートの大きさにもよるんですけど、だいたい8個から10個ぐらい作れます。今回はガーナのブラックチョコレートを使いますが、こちらはミルクチョコレートなどでも大丈夫です。はい、ということで今日はこちらの材料で作っていきます。はい、それではブラックチョコレートを刻んでいきます。できるだけ細かめに刻むようにしてください。そうするとね、溶けやすいです。はい、このように細かく砕いてください。で、もし包丁でやるのがめんどくさい時はこう手でパキパキっと細かく砕いても OK です。それでは耐熱のボウルの中にチョコレートを入れます。はい、そしてチョコレートの中に生クリームを加えてください。ふんわりラップをします。で、このまま 600W の電子レンジで40秒加熱しましょう。はい、加熱し終わりました。はい、そうしましたら熱いうちに素早く混ぜてチョコレートをしっかりと溶かしてください。で、この時素早く混ぜないと分離しやすいので、しっかり素早く混ぜるようにしてください。はい、このぐらい滑らかにチョコレートが溶ければ OK です。で、硬さ的にはこのぐらいです。ちょっと固まってきたかなっていうぐらいですね。このぐらいの硬さよりももっと緩い時は少しこう混ぜながら冷ましてください。それではチョコレートを分けていきます。まずですね、こちら分量外なんですが、スプーンに薄くサラダ油を塗りましょう。そうするとチョコレートをすくってラップに出す時にチョコレートがスプーンから離れやすくなります。4分割ぐらいですかね。はい、このぐらいです。で、これで包みます。で、最後にもう一度成形するのでざっくりで大丈夫です。軽くキュッと丸めましょう。はい、こんな感じです。はい、ブラックチョコレートをこのように4つできました。こちらを冷蔵庫で30分ほど冷やします。はい、続いてホワイトチョコを砕いていきます。ざっくりで大丈夫なので細かくしていきます。はい、このように細かく砕きましょう。はい、砕いたチョコレートを耐熱のボウルの中に入れます。生クリームを加えます。ふんわりとラップをしてください。そうしましたらこのまま 600W の電子レンジで40秒加熱します。はい、加熱し終わりました。少し溶けてますね。そうしましたら素早く混ぜてチョコレートを完全に溶かしましょう。はい、こんな感じで OK です。で、ホワイトチョコレートの場合は結構分離しやすいので、ちょっと分離しそうだなっていう時はもう思いっきりかき混ぜてください。しっかり混ぜることで分離せずにこうやって滑らかに仕上がります。そうしましたらラップを敷いて、このぐらいですかね。これをのせます。はい、そして丸めます。2、3センチぐらいの大きさで3つ分になりました。そうしましたらこちらを冷蔵庫で冷やし固めます。それではお餅の部分を作っていきます。この切り餅を1センチ角ぐらいの大きさにカットします。で、この時お餅がすごく硬いので手を怪我しないように注意してください。まず縦に切ります。よいしょ。で、そうしましたら横に切っていきます。だいたい1センチ幅ぐらいですね。
はい、このくらいの大きさにカットしてください。こちらのお餅をボウルに入れましょう。必ず耐熱の容器を使うようにしてください。それではここに牛乳、そしてお砂糖、そしてチョコレートを砕いていきます。で、お餅に入れる時はチョコレートを手で砕くぐらいの大きさで OK です。先ほど生チョコを作った時は加熱時間が短いので、できるだけチョコレートは細かくして溶けやすいようにしました。で、今回のお餅の場合は生チョコよりも加熱時間が長いので、このぐらいのね大きさで OK です。溶かしやすくしたい方は包丁で刻んでいただいても OK です。チョコレートを砕き終わったらここにラップをします。はい、ふんわりとラップをして、これをまず電子レンジ600ワットで1分加熱します。はい、加熱し終わりました。開けます。はい、そうしましたら温かいうちによく混ぜてチョコレートを溶かしましょう。この時点ではまだねお餅はゴロゴロっとしてる感じです。なので先にチョコレートを溶かすように混ぜてください。はい、このようにチョコレートが溶ければ OK です。はい、それではもう一度ラップをふんわりします。今度は2分加熱します。はい、加熱し終わりました。開けます。ちょっとね熱いのでやけどしないように注意してください。今このような状態になってます。そしたらゴムベラでこうお餅を潰すように最初練っていきます。で、ある程度お餅を潰したら今度はぐるぐるっと優しくかき混ぜてください。で、そうするとだんだん徐々にお餅とチョコレートが馴染んできます。で、たまにまたこうやって潰してで混ぜる、この作業を繰り返してください。はい、だんだん徐々にまとまってきました。こう潰す時はお餅の塊をめがけてボウルに押し付けるように潰してください。はい、こんな感じである程度ひとまとまりになりました。そうしましたら最後ねもう一度、はい、ラップをしてで今度は40秒加熱します。はい、加熱できました。で、これを最後よく混ぜましょう。お餅のこの粒々がなくなるようにしっかりと練り混ぜてください。はい、このようにしっかりと滑らかなお餅になれば OK です。はい、それではこういうね天板などを用意してください。この後お餅を切り分けるんですが、もし包丁を使って切り分ける場合はまな板の上でやってください。ココアパウダーを振ります。先ほどのお餅をこのココアパウダーの上にのせます。ゴムベラで軽く伸ばしましょう。ゴムベラだとこうやってお餅にこうひっつきにくいのでゴムベラがおすすめです。伸ばしたらこの上にもココアパウダーをかけません。っていうのもこの後チョコレートを包むんですが、ココアパウダーがかかっている状態だとチョコレートとお餅の部分がよく密着しないので、この上にはココアパウダーをかけないようにしてください。手で触ってしまうと手に思いっきりついてしまうので、こういうゴムベラでこう広げてください。で、もしない方はラップを敷いてラップの上でこうやって広げるようにしてください。で、切り分ける時はこちらのカードを使います。で、もしカードがない場合は包丁で切り分けて OK です。で、包丁でやる場合は先ほども説明しましたが、まな板の上で作るようにしてください。10個分ぐらいできるので10等分したいと思います。はい、こんな感じでちょっと最初大きくなっちゃいましたが、はい、こんな感じで10等分します。少しまだちょっとお餅が熱いので乾燥しないように一度、はい、ラップをペタッとして粗熱を取ってください。それでは30分冷やしたチョコレートです。で、これを一度広げて、で、30分経ってもまだちょっと柔らかいなっていう時はもう少し冷やす時間を増やしてください。このように固まっているので少しラップでこう押さえて形を整えましょう。はい、このように形を整えます。また天板の上に今度はラップを敷いて、ラップの上にココアパウダーを振りましょう。はい、そして先ほどの分けたお餅をのせます。で、そうしましたらこの上からラップを置いてね、軽く手で伸ばしてください。はい、そしてのせます。チョコレートをのせたらこのまま手のひらにのせて包んでいきましょう。こうキュッとお
お餅を寄せ合わせるようにこうつぼませていきます。そしてお餅同士をこうやってくっつけていきましょう。こうやってねラップでやると手がねそんなに汚れません。こんな感じでお餅同士をキュッキュッキュッと手でつまんでいきます。はい、このように口を閉じましょう。でもしこうラップの上からやりづらい時はちょっと手が汚れてしまうんですが、こう手でキュッキュッキュッと口を閉じても OK です。はい、こちらホワイトチョコですね。こちらも形を整えます。でやる前に大きさチェックで一回ねこうラップしたままこのぐらいでできるかなっていうのを検討して伸ばすといいかなと思います。上向きの方をお餅側にして乗せます。でそしたらキュッキュッキュッとお餅で包んでいきます。このようにキュッと絞ります。でそうするとだんだん口が閉じてくるので、あとは口を閉じてないところを隣のお餅とお餅を合わせてつまんで、はい、このように口が閉じれば OK です。でこのままちょっと時間を置きます。はい、それでは切りたいと思います。はい、こんな感じに仕上がってます。中がねちゃんとぎっしりチョコレートが詰まってます。はい、ということで完成しました。はい、それではいただきます。すごく美味しいです。やっぱチョコレートって美味しいですよね。じゃあこのホワイトチョコレートの方もねいただきたいと思います。いただきます。ホワイトチョコもすっごい美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の生チョコ餅のポイントなんですけれども、まず生チョコのガナッシュを作る時なんですが、カカオが 50% 以上のものはチョコレートが2で生クリームが1の割合で作るようにしてください。そしてですね、ミルクチョコレートとかホワイトチョコレートとかカカオのパーセンテージが低いものに関してはチョコレートが3で生クリームが1の割合で作るようにしてください。そして今回は切り餅を使って作りました。切り餅はね少し冷めるとちょっと硬くなりやすいので、出来上がったらなるべくすぐ召し上がっていただけたらと思います。今回の分量でいくと少しねお餅の方が余ってしまうので、もし余った時はぜひ板チョコかもしくはお餅だけのチョコ餅を楽しんでいただけたらなと思います。お餅自体にもチョコレートをしっかりと練り込んでいるので、そのままでもとても美味しく召し上がっていただけるかなと思います。そしてですね、チョコレートを包む時のポイントです。チョコレートを包む時にチョコレートの接着面の方のお餅にココアパウダーを振ってしまうと、チョコレートとお餅の間に空洞ができてしまうので、なのでチョコレートが接触する面はココアパウダーを振らずに口を閉じてからまたココアパウダーを振っていただけたらなと思います。はい、ということでもし切り餅が余ってたらぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は切り餅を使って生チョコ餅を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしているので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。